今回浅草キッドの監督を務めさせていただきました劇団ひとりです。深見千三郎役の大泉洋です。ビートたけし役の柳楽優弥です。本日は僕たち3人でシーンを見ながら浅草キッドの舞台裏を語っていきたいと思います。これもういきなりね、柳楽さん。そうですね。大変でしたね。これもう特殊メイクに結構4時間5時間かけて挑んでるシーンなんですけど、これも結構だから、はい、2パターンぐらい作ってもらったんだけど、最初ね一番最初にやってもらったやつがもう本当に似ても似つかなくてそうですね。そう結構もうブラッシュアップというかもう重ねて似てなかったんだ。最初はね全然似てなかったんですよ。っていうのも難しいんですよね。芝居の邪魔になるからっつって目はやんなかったんですよね。目やんなかったら全然似ないんですよ。これだから本当に全然動かすのもそんな不自由なく、なんかすごい薄いシリコンなんですよね。だから本当違和感なく動かしているのが自然に本当見えるように作っていただいて、そんでもうちょっと似せようってなって目の部分やってもらったらグッと似始めてきたんですよね。とにかく面白かったのは撮影の時にこう来たじゃない。で我々はそこで初めて見たから、この竹内さんをもうあまりにもやっぱりそのまんまでもう笑いが止まらなくていやマジやめてと、これは面白すぎると。でやっぱり基本この子腰が低いじゃない、だから現場とかでも「竹内さんじゃあこっちお願いします」こうやってその腰の低いたけしもやめてくれあんまり見ないたけしさんですからね。全然見れないみたいな。そうでもう可愛くこのシーンですよ。可愛く笑いが止まらなくなるたけしさんとかも普段見れないたけしさんを延々とこの人がやっちゃうからこれでもなんか街とかでもロケしてたから浅草とかで、そしたらね「あたけしだ」みたいな。そうなんですよ。その本当にこう本物のたけしさんと思ってもらえたのはちょっと嬉しかったですね。絶対そうだよ。これ遠目に見たら本物にしか見えないもん。無法松さん要はたけしさんのお付きのね人もこれ試写で見てもらったんだけど、特にお墓のシーンとかはもう俺でさえちょっと勘違いしちゃうぐらい似てるって言ってた。ちょっと暗いとね。そうだからロールスロイスはちょっと超嬉しかったですね。要はたけしさんが実際乗ってるやつを借りてきたんですよ。だってあれ1億円って言ってましたもんね、1台。なかなか乗れないから本当嬉しかったですね。あれ枝豆さんもなんかコントシーンとかよかったよ、なんか似てるよってたけし軍団の人に言ってもらえたのは超嬉しかったですね。確かにね、あそこマジ緊張したので、ほらこれ陰の日ですね。これ陰の日？僕陰です。そうだっけ、これがエレベーターの中だけど、これ長野で撮ってて冬だったからもう息が白くなっちゃうから、それが大変でね凍えそうな、タップは相当大変でしたやっぱり。いや大変でしたねこれ、これしかもこうやってもちろんこうやって見たら分かんないけど、これなんかすごい実はこれ高いんだよね。これそうですね。すごい高い台の上でやらされてえらい緊張したんだこれで。まだねこれはさまだこうやってちゃんとさパンしてくれてさ、これは俺だって分かるじゃない、でそれはいいんだけど、エレベーターから出てきてタンタタンタタンってなんかこう踏むシーンがあって、そこを俺が踏んでるってのが分かんなくて撮ったっていうのがもう腹立たしくてしょうがないんだよいやそこはねあえてそういうカットにしてる。俺が踏んでんだから俺が踏んでるって分かるカットにしないの。でもやっぱ今の視聴者って目が肥えてるから、これ本人踏んでないんじゃないのって絶対思うんですよ。そうでも本当は本人が踏んでるじゃないですか、そこら辺のやっぱ仕掛けですよね。いや仕掛けじゃねえんだよだから本人が踏んでるのに踏んでないように撮る新たなカット。最低の撮り方だった俺の努力がもう水の泡だった。いやだからそれ全部映してたら
鬱陶しいっていうかほら本人踏んでますよのカットばっかになっちゃうからね。だからそれは避けましたけど、でももう本当に様になってましたよね深見さんね。ずっと練習してましたもんね撮影中もねしてましたでもすごい練習してますよっていうのをすごいこっちに見せてきました大変だったんだ。俺がこうやってパンツ覗いてたら清が「重たいです重たいです」あいつ手離しちゃったんだ上からお前テレビが怒ってきてもう大怪我だバカ野郎。久々に帰ってきたらお前余計な話ばっかりしやがってお前竹が話やめねえからお前金玉パンパンだよ。僕はやっぱこの靴出すくだりね、これ前半と後半両方出てくるじゃないですか。このやり取りが好きなんですよね。特に後半の方、ああいうなんか久々に会ってもやっぱお約束をやる感じっていうか。確かにあそこ好きです。実際だから僕なんか竜兵さんとかも付き合い長いけど、やっぱちょっとコロナの時とかやっぱ1年ぐらい会えなかったりするんだけど、竜兵さんと飲んでると竜兵さんとがなんかこうちょっと時間経ってくると、竜兵さんって上島竜兵さんですね。そうですそうです。そんなに竜兵さんってあんまり有名な人じゃないんですか？いや松田龍平とかがいるから僕らねやっぱ俳優界だと松田龍平って一瞬浮かんじゃうんだけど確かに俺が松田龍平とつながってるわけないじゃないですか上島竜兵が飲んでると「お前ら明日も早いから帰りたいやつは帰っていいぞ」って言うと「あじゃあお先に失礼します」ってみんなで帰るっていうねお約束があるんですよ。それやっぱなんだろう1年ぶりとかに飲んでも必ずやるんですよ。だからその感じがねすごく好きで。深見さんはやっぱねやっぱもう期待してたからこそやっぱたけしさんに相当厳しかったみたい。そういうだからこそ舞台でも本当にダメ出ししてたみたいですからね。お客さん入ってるところでなんだてめえそのボケはみたいな感じで怒っちゃうらしいからその厳しいのがグッときますよ。確かにそうね。いや本当にだから怒る時にもうちゃんと本気で怒ってくださいっていうのがなんかそんなに厳しく怒るんだっていうのは意外でしたね。ごちそうさまでした。おう。たけ。はい。それ余ったらよ。ちゃんと釣り返しに来いよ。いやここの大泉さんマジで超かっこいいです。かっこいいいいですよね。これでも本当は台本上は結構2人ともヘベレケでっていう感じになってて、そうだった。で当日場当たりまではずっとヘベレケでやってもらったんだけど直前になんかヘベレケだともったいないなとお互いちゃんと意識はっきりした状態でこのやり取りした方が素敵なんじゃないかなと思って急遽変えさせてもらったんですよね。いやよかったあれの俺の判断は素晴らしいね。まああんまり自分で言わないけどねそういうこだって言わないから全然言ってくんないからと。あと2秒待って言ってあげたのに。酔ってなかった方がいいでしょこれね。まあどうだろうね。この帽子の角度結構帽子の角度うるさかったね。結構これもやっぱね目がね見えないぐらいがちょうどかっこいいんですこの最後ね。俺はねやっぱついついねやっぱりこう目をちゃんと見せた方がいいんじゃないかと思ってどうしても顔を出そうとするんだけどねとにかく俺の顔を切ろうとする。大泉さん見えなければ見えないほどいいから。そう見えなきゃ見えないほどいいんだったら俺じゃなくていいんだよ。じゃあちょっと行ってくるわ。ああそうか参ったなこれ。お悪いね。帰りになんか買ってこようか。ミンクの毛皮。飲みに行く直前の穂波さんと深見師匠のやり取りみたいなあれでこう深見さんって怒ってばっかりだけど
なんか可愛げみたいなのもすごく出てきていい関係が現れたなと思うんですよね。やっぱこう穂波さんにオファーした時っていうのは要はもう大泉さんに負けない人、要は深見師匠に負けない強い人がいいと思ってて、で穂波さんと他の番組で共演した時にこの人横に並べたらいい感じになるんじゃないかなと思ったけど本当に良かった。やっぱり僕我々世代ですとやっぱりこう鈴木保奈美さんというのはなんかこうやっぱこう特別な思いがやっぱありますからね。なんか青春時代に見たなっていうなんかこうやっぱなんか緊張しましたね。確かになんか誰とでもぺちゃくちゃ喋るのに穂波さんとあんまりコミュニケーション取ってなかったですもんね。言い方にトゲがあるんで誰とでもぺちゃくちゃ喋るとかね。穂波さん本当素敵ですね。はい。すごくいい夫婦関係。いやしかし本当に素晴らしい作品です。本当劇団一人が作ったにしては素晴らしいですね。どういうことだ。しては。いや本当すごいですよね。悔しいけどどこでその才能を得たんだろうってすごい気になります。いやこれはやっぱプレッシャーですよね。たけしさんってやっぱもうお笑い界にとって神様ですから、この「浅草キッド」小説も歌もね、もうバイブルみたいなもんですから、それをこう怪我したらもう本当に芸人全員からソース感食らうんでね、軍団さんの目もしっかりそういうプレッシャーはありましたけど、でもこうやっぱ誰よりもこの「浅草キッド」とかたけしさんに対する思いは強いから、他の人には絶対取らせたくないなっていう感じですよね。もうそれなったらもう悔やんでも悔やみきれないから、僕がこれを取れて本当に良かったなって思います。これを仮に自分が携わってなかったらまあ悔しいでしょうね。だからこれを見て悔しいと思ってくれる芸人は多分いっぱいいると思います。そうでないと失敗かなと思います、この作品はね。浅草キッドはネットフリックスで絶賛配信中です。ぜひご覧ください。バイバイ。ダミ声がひどいんだよな。だってバイバイって言ってくれって言ったの。バイ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 。